雑談です。恋愛です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひ何かちょっとでも気になることがあったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、あれですわ。陣内くんのこれまた YouTube のね撮影をして、間ちょこっと空いたんですが、打ち合わせと並行しつつまた夜ねネタの撮影をしておりました。ネタをね撮りましたんでお楽しみにですわ。とはいえ昨日は何も僕は何もしていない映像のないネタだったんであれでしたけども、まあお楽しみにとね。ネタ以外陣内くんのチャンネルはねネタ以外があまり再生されないとはいえですよ。再生されないとはいえ 2,3 万、少なくても3万4、5万10万弱ぐらいは再生されてるわけですからね。まあ贅沢な悩みですけどもね。ネタ以外で何かキラーコンテンツというか企画というかね何かあればいいんですがと、そんなことを打ち合わせをしながらやっておりまして、で見ましたですわね。一日外出てたんであれだったんですけど、TVer で恋愛漫画家をねこれ見まして、もういよいよ来週最終回ですか。ところどころ飛び飛びだったんで、ホームページでね全部ストーリーあらすじを追って見てたんですが、いや昨日は神回じゃないですか。吉岡里帆ファン神回だ。まあただね吉岡里帆ファンからしたらどうなんだろうっていうのはね、まあキスシーンが多すぎへんかと思うことはまあありますが、まあそれはねでもすごく良かった。本当にいいシーンだったなっていうのも、前半のねこういよいよ付き合うことになった2人の感じと言ったらもうたまりませんでしたよね。で遊園地のデートとかね、いやーいいなって思いながら見ておりましたけども、本当にまあね良かったというかね、本当に前半はねすごくハッピーな展開だったんですが、ところがですよ、こう恋愛をしてですね、幸せになると漫画が描けなくなってしまうという、これなんかよくありがちなね。現実世界でもどうなんですかね。どうですか。私生活が潤っていると仕事がこうはかどらないみたいなことってありますかね。どうなんでしょうか。あるかな。どうなんだろう。気の持ちようとしか言いようがない気がしますけどね。あんまね調子いい時は桃鉄の絶好調カードじゃないですけど、調子のいい時は何やっても調子いいみたいな印象の方が僕は強いんですけどね。なんか片っ方が良かったら片っ方がダメになるみたいな。逆にね絶不調カードのようにね、何をしてもダメな時は本当に何をしてもダメな時ってあるじゃないですか。だから一方が良くて一方がダメっていうようなことは僕はあんまり経験がないのかな。だからないような気はしますね。というのもずっとこう抵抗飛行でしょ。だから調子の良かったことがないんでっていうかそんなこともねえかとは思いながら見てましたね。でもまあ気の持ちようというかね、こんなにねあると思いますよ。恐怖心というかこう脅迫観念に駆られちゃこんなに幸せでいいんだろうかとかね、なんか競馬でこう毎週勝ってるね、こんなに調子良くて大丈夫なんだろうかってね、ありました昔ね菊花賞
リンカーンが2着だったかな。リンカーンで取れたんですよ。とにかくリンカーンを軸にして買ってて、菊花賞と10万ぐらい買ったのかな。馬単とか馬連とかでね、いろいろ合わさって10万ぐらい買って調子こいてたらバイクで事故ったっていうのがありましたけどね。だからこんだけ調子が良かったら何か不幸が起こるんじゃないかみたいなのは、不幸が起こるんじゃないかっていう気持ちが不幸を招いてるような気はしますんでね。調子のいい時は俺はもう何をやったって調子がいいんだってね、調子づいていった方がいいと思いますよ、本当に。ただ鼻だけね、天狗にならないようにさえ気をつけていれば、いいとは思いますよね。で、逆に調子の悪い時は、今はもう何をやってもダメだから、うじうじしてね、天井でもずっと眺めとったらいいですよ。天井のシミをね、眺めてね、なんかの形に見えるなとか思いながらね、うじうじしてたらいいと思いますよ。そのうち晴れますからね、みたいなことを見て思っておりましたが、いやー、しかしもう来週最終回ですか、これもね。いやー、どうなってしまうのかというかね、あらすじ載ってるじゃないですか、1話先までね。で、最終回がもうちょっと読んじゃったんでね、ホームページも出ているんで言いますけども、出てっちゃったんですよね。吉岡里帆さんが漫画家が描けなくなっちゃったのが悪いと、ね、幸せ、ね、になって漫画家が描けなくなっちゃったのはまずいと。で、あれですよ、昨日の放送ではね、いや実はその5回も告白して、付き合わないことはないだろうみたいな友達の話が元で、漫画を描き始めたと。で、その5回も告白してたっていうのが実は吉岡里帆さんだったんじゃないかみたいなところで気づくんですよね。で、それで付き合うことになった途端漫画が描けなくなっちゃったと。で、来週はね、それで吉岡さんが出ていっちゃったもんだから、でもなんとか次の号もかけて一周は落としたんですけど、次の号のやつはかけて、それがもう神回だと。ですごいぞとなったんですが、予告のあれをストーリーを見ると、なぜかウェイウェイしてるんですよね。鈴木亮平さんがウェイウェイしちゃってて、これはどうしてウェイウェイしてるのかっていうのが、最終回の話になってくるんですが、その出ていっちゃったね、1年後ですか、1年後ウェイウェイしてるんですよ。ウェイウェイしてるってウェイウェイしてる理由がね、解き明かされるみたいな風に書いてますが、どうなんでしょうかね。ここまでね書かれてて、この2人の関係は果たして戻るのか戻らない、これはね、僕はね戻らないと読んでおりますが、どうなんだろうな、どうだろう、2人がまたよりを戻しますか、どうですか。ウェイウェイですよ、片っぽウェイウェイですよ、で片っぽ失踪中ですよね。どうなるんでしょう。僕はね、これは再びくっつくかないくっつく、どっちだろうな。どっちでもいいよね、だって人の話だしさ、どうだっていいよって感じなんだけどで、どうなんでしょうかね。ドラマ的には2人がよりを戻してハッピーエンドみたいなのは美しいかもしれないですけど、やっぱり意外にね、物語の最終回って印象残んないんですね。その前のクライマックスね、が盛り上がっちゃって、あれ最終回どういう話だったみたいになるじゃないですか。だからこれきっとね、もしかしたらハッピーエンドで終わらせちゃうかもしれないですけど、そこをねひっくり返してね、なんつうくっつかない、ハッピーエンドじゃないバッドエンドパターンをねぜひともやっていただきたいな。やっていただきたいというか、それぞれがウェイウェイはもうウェイウェイのまんまで、失踪したらもう結局どこに行ったのかわからないまんまっていうね、謎を残して終わってほしいんですが、そんな風には終わらないですよね、きっと。よりを戻すんじゃないですか、大方の予想。そういうことでしょうね。もしくはストーカーをやめちゃった人がね、ストーキングでストーキングを再開して行方不明だった吉岡さんを見つけてくるみたいな、
で逆にそのストーカーとくっついちゃうみたいな、そういう一波乱もね、期待しながら、来週最終、いよいよね、いろんなドラマが最終回になるでしょ。だから忙しいですそんなもん俺あんま楽しみにして見てる方じゃなかったんですけどね、なんか話し出すとこういじりたくなるじゃないですか。でっていうのを思いながら見ておりました。コント漫画家、ちょうど時間となりましたね。はい、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。